9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。皆さんはイングリッシュウイスキーという言葉を聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか。イングランドにも近年個性豊かな蒸留所が次々と誕生し、世界的な注目を集めています。そんなイングランドのウイスキー業界が今大きな節目を迎えています。2022年から進められてきたイングリッシュウイスキーの地理的表示、いわゆる GI の申請がいよいよ最終段階に入りました。GI とはその土地で作られた本物の産品であることを証明し、ブランドや品質を守るための制度です。スコッチウイスキーやアイリッシュウイスキーにも GI があり、それぞれの伝統や製法は法律によって守られています。しかしこの GI 申請ではシングルモルトの定義をめぐって大きな議論が起こりました。当初の申請案では糖化や発酵によって作られた麦汁を外部の施設から受け入れ、自社では蒸留だけを行った場合でもシングルモルトイングリッシュウイスキーと表示できる内容になっていたのです。これに対しスコッチウイスキー協会は世界で築き上げてきたシングルモルトの価値を損なう恐れがあるとして強く異議を唱えました。その結果、イギリス政府は定義を見直し、シングルモルトは糖化や発酵によって麦汁を作る工程から蒸留までを同一蒸留所内で行うという従来の厳格な考え方を維持する方向で最終調整が進められています。今日は世界のウイスキーの定義がどのように変化しているかについて詳しくご紹介していきます。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今回はアイリッシュウイスキーの定義が変わるかもしれないという非常に重要なニュースをご紹介します。2026年6月26日、アイルランド政府農業食糧海洋省はアイリッシュウイスキーの製品使用書改定に向けたパブリックコンサルテーションを開始しました。今回の改正案には大きく3つのポイントがあります。まず1つ目はグレーンウイスキーの原料規定です。現在は大麦麦芽の使用割合は最大 30% ですが、これを 40% まで引き上げる案が示されています。乾燥工程を省いたグリーンモルトをより柔軟に活用し、乾燥時の CO2 排出量を削減することが目的とされています。グリーンモルトは乾燥モルトとは性質が異なるため、現在の配合比率では十分に活用しづらいという課題があります。上限を 40% に広げることで、グリーンモルトを活用した製造の自由度が高まり、より環境負荷の低いグレーンウイスキー作りが可能になると期待されています。2つ目は熟成樽の規定です。これまでも木製樽での熟成は認められていましたが、今回の改正ではあらゆる木製の樽という表現をより明確に法律へ反映します。問題となったのは2014年に EU へ提出された GI 使用書の中で一部に多くという表現が使われてしまったことです。世界ではウイスキーオーク樽という認識が一般的なため、本来の法律とのズレが生まれていました。今回はそのズレを修正し、あらゆる木製樽で熟成できるという本来の定義を明確にすることが目的です。そして3つ目はシングルポットスチルの定義から現在はピートを使用していないという曖昧な表現を削除します。これはアイリッシュウイスキーアクト1980ではピート使用を禁止していないにもかかわらず、2014年に EU へ提出した使用書にだけこの表現が残っていました。今回の改正は一見するとマニアックなルール変更に見えますが、アイリッシュウイスキー業界にとっては過去の栄光を取り戻しつつ、未来の環境基準に適応するための
非常に大きな攻めの姿勢が詰まった法改正です。19世紀後半の前世紀にはもっと多様な穀物を使い、ピートダルで麦を乾かし、様々な木だるが使われていました。今回の改正はまさにそのより多様で個性豊かだった時代のアイリッシュウイスキーの姿へ帰るためのタイムマシンのような役割を果たします。改正が実現すれば、新しい法律が未来を変えるだけではありません。かつて失われたアイリッシュウイスキー本来の多様性が現代によみがえるきっかけになるかもしれません。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラマ FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は正弘酒造からシングルモルトウイスキー2026リミテッドエディションです。正弘酒造は沖縄本島の最南端に位置する糸満市で、琉球青森を作る蔵元で2022年にウイスキー製造免許を取得し、ウイスキー作りを始めました。琉球青森の蔵元としての歴史は古く、琉球王朝時代唯一青森作りが許可されていた首里山下で1883年に創業。現在の糸満市西崎町に移転したのは1991年のことで、2015年には社名を東酒造から正弘酒造に改めました。正弘は戦後すぐに蔵を再建した三代目将校氏が自分の名前を訓読みした青森正弘を作り販売したことにちなんでいます。洋酒ファンには沖縄初のクラフトジン、正弘沖縄ジンの方が有名ですね。2023年10月にはオーストラリアから仕入れた麦芽を原料に独自の方法で仕込み、横型蒸留機で蒸留した原酒をシェリーダルで貯蔵した正弘シングルモルトウイスキーニューボーン2023を発売。2024年にはこのモルト原酒と自社蒸留したライスウイスキーをブレンドした正弘ブレンデッドウイスキーを発売。本格的なモルトウイスキー作りを目指した準備が進められており、日本のみならず世界から注目を集めています。今回のシングルモルトウイスキー2026リミテッドエディションは正弘酒造初となるシングルモルトウイスキー。オーストラリア産麦芽を使用し、亜熱帯沖縄の温暖な気候のもと、オロロソシェリーダルでじっくりと熟成。ジャパニーズウイスキー規格に準拠した限定5000本の特別な一本です。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味はやや赤みのある琥珀色ですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはマンゴーやパイナップル。ミドルノートは落ち着いたカカオ。ラストノートはさっぱりとした麦の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかでボディはライト。チョコレートのビターな風味。ドライフルーツの酸味と爽やかな甘み。オレンジピールのニュアンスも感じます。
フィニッシュはマンゴーやパイナップルなどのトロピカルフルーツ。ミルキーなコクから麦の素朴な甘みに、ほろ苦いクローブの余韻が程よく続きます。いいですね。南国生まれのウイスキーということで、ねっとりとした甘い味わいを予想しましたが、ほろ苦いカカオからドライフルーツの甘酸っぱさが際立ち、ヨーグルトのような発酵感もなく、味わいの奥にあるミルキーなニュアンスが心地よく、クローブのスパイスで締めくくるストーリーが飲みやすさを表現しています。口開けということもあって硬さがありますが、最初はストレートでも飲みやすいと思います。開いてきたらロックが合うウイスキーかもしれません。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはサントリーウイスキーから青アイリッシュエディションをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。